私は潜水の騎士と言われるスペースマリーン。前回に引き続き若きシスターたちにマリーンについて教えていたが、言い残す言葉はあるか？我が死に殺されかけている。私は侮っていた。マリーンの情報がもたらす悲劇を。よし、じゃあ引き続きマリーンの手術工程、それによる超人っぷりを話していくとしよう。起立。王子エンペラー。王子エンペラー。ではスペリオールさん、前回のおさらいを軽くお願いします。王子エンペラー。前回は心臓、筋肉、骨格、血液、白血球、睡眠、胃、脊髄、肺の器官の強化手術を教わりました。素晴らしい。しかし一つ一つを教えると長くなるので、前回のは概要欄に貼っておきます。この解説動画たまに見たいよね。そして今回はフェーズ11から19について説明していくとしよう。王子エンペラー。フェーズ11は耳の手術に入る。目の次は耳ですね。耳に関する元の器官は全て取り除かれ、ライマンズイヤーと呼ばれる聴覚器官に置き換わる。ついに丸ごと取っ替えた。はっきり言って、人間の聴覚は戦場に耐えれるようにできてない。射撃訓練でさえ聴覚が摩耗し、耳栓なしでは戦場に出れない。爆音の衝撃でさえうまく逃さなければ、感覚器官を大きく損傷することもある。爆発なんか、爆発被害なくても音で鼓膜が破れますもんね。ひどい場合なら、衝撃で目玉が飛び出るね。人間がか弱すぎる。環境が激変する戦場を行くマリーンが、か弱い聴覚なんてしてたら話にならないだろ。だから丸ごと取り替えるんですね。そうだ、その甲斐あって恩恵は高く、三半規管を狂わされることがなくなる。つまり酔わなくなるってこと？その通り、どんなに揺れてもベストコンディションのままだ。めっちゃ羨ましい。また音の種類も聞き分けやすく、銃撃戦で味方の声を聞き取ったり、雑音を切り捨てることも可能だ。一口に耳がいいってだけじゃない。耳の良さもやばいよ。遠距離でも人の心拍数を数えられる。じゃあ私たちの心拍数も？聞こうと思えば聞こえるね。耳だけで嘘発見器になれる。やべえ、マリーンに嘘つけねえ。この聴覚のおかげで、音や激しい振動でもバランス感覚を保ち、転ばないし絶対に酔わない。聴覚舐めてました。耳鍛える、耳大事にする。フェーズ12の脳手術で、下肢を行える機能が身につく。下肢？どんな状態なんですか？人間でいう下肢は、心肺停止などで代謝機能が停止してるが、救命処置で蘇生するような状態だね。それって瀕死だよ。死んだふりに使うのかな？そう、人間の下肢状態は死ぬ一歩手前だが、マリーンの場合は死ぬような状況で発動する。具体的にはそうだな、閉じ込められて死を待つだけの状況でも、マリーンなら助けを待つまで下肢、休眠状態になることで何百年と待てる。何百年？極端な例だと、この状態で宇宙空間に放り出されて数百年生きてたマリーンもいたそうだよ。それはヤバすぎるよ。さすがに環境と時間で精神は摩耗してたらしく、慈悲ある死を与えられて最後を迎えたそうだけどね。ってことは宇宙空間に捨てられても、下肢状態になることで命は繋げるってことですか？理論上そうだね。今言った人も、救出早ければあるいは、生きてた可能性は高いだろうね。イエーイ。フェーズ13では外皮、目、毛髪が環境に合わせて状態変化するようになる。めちゃくちゃ変身しそう。そこまではしないよ。暑ければ黒くなり、寒ければ白くなる程度だ。それは人間と同じ症状ではないのですか？そうだね。だがこれで放射能だって耐えれるようになるんだ。放射能も基本的に放射能って生物全てが耐えれなかったはず。そうさ、けどこの宇宙には放射線の強い惑星がいくつもある。実際にそんな惑星で戦うことなんてあるんですか？ホルスの墜落時、ワードベアラーが恒星を無理やりフレアを起こして強烈な放射攻撃し、生物が生きれない惑星となったことがある。むちゃくちゃするな異端者ども。さすがにマリーンも地上には出れなかったが、致命的な放射線を避けつつ地下で戦ったらしいよ。耐えれると言っても限度はあるんですね。そりゃね、そもそも放射性強い惑星に自ら突っ込むようなことはそうそうしないだろう。放射線が強い場所で戦える、というより、このような人為的に放射地獄になってもなんとかしのげる程度の処置だろうね。ギリギリの人間アピール。いきなり放射能から入ったけど、もちろん日光も日焼けじゃ済まない熱量、恒星に近すぎる聖域でも戦えるようになるんだ。ほんま宇宙の極地戦闘を考えて作られてるんですな。またこれは先端の特色も出ていて、それぞれの総主張が育った惑星に耐えるための肌や髪の質が現れるね。と言いますと？少し話がずれるが、マリーンは先端ごとに総主張から遺伝子を引き継いでるんだけど、それら総主張が育った惑星や特質によって皮膚や髪に影響を強く受けるんだ。例えばサラマンダーなら七惑星で育った真っ黒な肌を持つ総主張の色が思いっきり現れる。だから先端によって肌や髪色が違うんだ。募集惑星絞ってるからと思ったよ。手術による遺伝子変化によるもんだったんだ。フェーズ14では腎臓が強化され、血液に入った毒などに免疫を作る。あれ？毒は追加された胃が仕分けしていませんでした？口から入る方はそうだね。こっちはポイズンウェポンで傷を負う時のものさ。じゃあナーブルの毒攻撃でも平気なんですか？多少は大丈夫。なぜなら第二の心臓と連携して、血液が素早く流れて一気にろ過するようになってるからだ。キングコブラに噛まれる程度なら血液固まらないんですね。ラーテルみたい。そうさ、けどこのろ過システムのせいで、毒が多すぎた場合は血流が激しく意識が飛ぶこともある。ラーテルと同じだ。だ
から、多少は、大丈夫なんですか？そう、強い毒を徹底的に浴びれば当然限界はあるんだけれど、毒がかすっただけで死ぬことはなくなるね。さすがにここまで行くと二人とも死にそう。けど毒であっさり死ぬことはなくなるんですね。そういうことさ。フェーズ15は口の奥に気管を埋め込み、嗅覚と味覚が強くなる。料理が美味しくなる。確かにワインは前より美味しいよ。けどこの感覚は味の識別だけでなく、鼻で空気を吸うだけで毒かどうかの判断し、味を見れば嗅覚と連携して索敵すらできる。つまり例を言うと、敵の血の痕跡を舐めれば、匂いを覚えて敵を追跡できる。ってことは、じゃあマリーン相手に浮気できないのでは？あなたたち普段何考えてるのですか？そうだね、髪の毛一本で浮気を疑う話なんてあるが、マリーンならお帰りのハブとキスで浮気相手までわかる。意外とノリ良かったこの先生。違うの、フリーハブが盛んな惑星の人だったから。心臓から嘘つきの音がするよ。畜生、耳もいいから嘘発見気にまでなる。やはり皇帝の前では純潔でいなければいけませんね。スペースウルフなんかはこの期間がかなり強く、相手の感情や健康状態、なんなら敵味方までわかるらしいよ。初見で純潔に抜かれそう。これからも乙女を磨きます。浮気はいたんです。マリーンの需要は健全です。フェーズ16はまた皮膚だが、わかりやすく言えば汗の質が変わると言ってもいい。さすがにこの絵は乗りすぎだよ。この汗は人間のように体温調節でなく、油状の保護膜になる。保護膜は熱、寒冷、汚染、真空まで保護し、常人では触れるだけで死ぬ環境でも活動できる。内容やばいのに絵面が。重い話が続くからクールダウンにと思って。だからって。フェーズ16は覚悟して聞いてくれ。急に言わないで。この手術で唾液腺のそばに新たな器官をつけることで、マリーンが酸を吐くんだ。きたー、エイリアン機能、これを待ってたんだよー。マリーンが化け物扱いされる原因のトップ5に入るやつですね。好意的でよかった。とはいえエイリアンみたいにバシャバシャ吐いたりはできない。じゃあいつ吐くんですか？金属を腐食させたい時かな。壊れた安全装置を無理やり潰したり、帝国兵の高速部の鍵を外すのに使ったっけ。比較的上品な使い方ですね。酸を吐くというのが正教会で広まると悪い噂になるから、口で加えるように使ったよ。TPO も考えてるとは素晴らしい。代わりにマリーンのキスは熱情的だなんて噂が出たけどね。ロマンチックだからよし。ははは、これを拷問に使った船団がいた噂は黙っておこう。フェーズ18は飛ばして19に行くよ。どうして？肝になるから長くなりそうなんだ。先に話した方がいいかい？お任せします。では一つ飛ばしてフェーズ19、最終段階のブラックカラペースだ。まず黒いプラスチック状の白膜に似た構造物を、胴体の皮膚の直下にシート状に埋め込む。これが外側で硬化し、内部の神経束へ侵入させて全身と結びつく。その後、表面に神経センサーと接続ポイントが設けられ、パワーアーマーと直接接続できるようになる。パワーアーマーと接続？パワーアーマーはただの重い鎧じゃない。装備者の神経と接続することで、アーマーからの感覚、温度、ダメージ情報、生体情報などがマリーンに直結し、逆にマリーンの意思も装甲へ即座に伝わる。ちょっと待って、記念にアーマーサワサワさせてもらいましたけどあれって。普通に触られてる感触あるから痴漢だねそれ。そんな、アーマーの上からなら大丈夫って言われたのに。初めて男の人の体触ってしまった。他にも、機械と接続するように操縦している兵器があるが、これらもブラックカラペースあってこそだ。だからマリーン専用の兵器とかあるんですね。戦車の操縦くらいサービターとかにやらせたらいいのにと思ってた。ちゃんと理由があるんだなって。さて、いよいよ最後に登場するのは、国立。ズバリジーンシードだ。ジーンシード。かの伝説の、マリーンの核。お、聞いたことあるんだ？どれくらい知ってる？フェーズ18、ブラックカラペースの前にジーンシードを作る器官を胸と首に入れる。プロジェノイド線と呼ばれるこれは、今まで移植した臓器の情報を読み取り、プロジェノイド線が新たなジーンシードを作る役割になるんだ。何のためにそんなことをするんですか？これまで移植した超人的なインプラントは、ほとんどジーンシードなしでは作れないんだ。そして、ジーンシードはマリーンの体からしか取れず、その役割を担うのがこのプロジェノイド線というわけだ。プロジェノイド線は5年ほどかけて、移植した臓器から遺伝子を学習し、新たなジーンシードを取り込んだ器官となる。そしてマリーンが倒れた時、死体からジーンシードの入ったプロジェノイド線が回収され、新たなマリーンを作るためのジーンシードとして確保されるんだ。マリーンって、そうやって次世代へ繋いでたんですね。そうだ、スペースマリーンの遺伝子は普通の生物のそれと違い、植え付け、その体で育ち、外部からまた取り出し渡される。生殖機能というよりも、限界まで戦い、命費やす時に託せる。だからこそマリーンは簡単に死ねないし、しかし戦場こそが死に場所と言われる。本当に人、生物すら超越してるんですね。話した君らだからこそ言うが、もはや人とは大きくかけ離れてる。体だけじゃない、地獄の10代から手術を受けて過酷な戦場に休まず送られ続ける。その永年で人格はどんどん失われ、戦場以外コミュニケーションが取れないものも多い。劇場的になったと思えば機械のように命令をこなす奴もいる。
すべて、人から逸脱した生き方をしすぎたせい、と教えられたよ。だからうちの教会官からは、機会があればこうして話す時間も貴重と教えられている。返す言葉が見つかりません。いいんだ、気持ちを汲んでくれるだけで十分救われる。我々は人でいられる。その、ジーンシードって取り除くときは、プロジェノイド線ごと行くんですよね。そうだね、だが結構ひどい見た目で。ぜひ見せてください。資料があればですが。もっとあなた方を知って、敬意を払えるようになりたい。帝国のために戦う戦士の、どんな残酷も受け入れます。私たちとしても、あなた方は人であってほしいと願います。わかった。これがジーンシード、元イプロ。なんだこの悲鳴は。ひどい。あんなの入れるなんて。乙女に見せていいもんじゃないよ。私たち汚れちゃった。おいおい、興味あると言ったのはそっちだろう。だって、途中までは良かったもん。スペースマリンかっこいい思ったもん。なのにいきなりあんな。暗黒音未来だぞ。こんなのいくらでもあるぞ。ないもん、初めてだったもん。おいおい、泣くことでもないだろう。おい。あ、しょ。言い残す言葉はあるか？師匠、何かとんでもない誤解を。おい、一体何があった？副官、話を聞いて。チャプタークラッシャーが発生した。なんだと？若手がもう一人落ちた。これは古の事象で間違いない。不覚だった。すいません、説明お願いします。かつてウルフ船団が無抵抗なアジンを保護した。明らかな変異はビーストマンに近いが、比較的差別意識の低いウルフたちは友好的に接したところ、敵意のなさに心を開いたアジンたちは非常に献身的に、いや愛情を持って接したという。次第にウルフたちは帝国に爆破首輪付きの奴隷として引き渡すことに憤慨し、ついには船団同士で大喧嘩までしてしまった。すごくしょうもない話に聞こえるのですが。事態を重く見たウルフプリーストは、古代の知識によりこれがサークルクラッシャーと呼ばれる現象であることを突き止める。サークルクラッシャー？若き男性学者の集団が、たった一人の異性によって崩壊したと言われる古代寺の危険概念だそうだ。資料には彼氏に近づけたくない女ほどこの現象を起こすと残っていた。なんか偏った資料じゃないですかそれ。先の例のアジンたちも、暗黒縁未来では考えられないほど愛情深い個体だったそうだ。今回の相手は純潔な乙女だ。それも3人。若手には刺激が強すぎたか。人間性を育む目的がまさか、人間の汚らしい側面を目覚めさせてしまうとは。すまない。船団のことばかり考えていた。大丈夫かい？すぐに親御さんに連絡して。いえ、普通にジーンシードがグロくてビビっただけなんで。そんな性的なことは一切起こっていませんので、どこに出しても恥ずかしくないフォージエンペラーです。